東京町探検です。今回の探検は江東区の木場から月島までです。1回目の今回は貯木場として発展した木場と海辺だった須崎を歩きます。水とともに生きてきた町の今をご覧ください。スタートは地下鉄東西線木場駅です。駅名になっている木場とは木置き場のことで、木材を貯蔵しておく貯木場です。江戸時代初期には江戸の中心である神田、日本橋などに材木商が集まった町がありました。しかし大量の木材が火災を引き起こす原因の一つとされ、市街地から離れた深川のこの地に移転集約されました。以来明治、大正、昭和に至るまでこの辺りに木場がありました。歌川広重の名所江戸百景深川木場です。立てかけられている木もありますが、多くは水に浮かべて仕分け貯蔵されています。こちらは江戸名所図会の深川木場です。木材を浮かべた四角い彫り割りがいくつも描かれています。江戸切絵図ではこのようになっています。そして先ほどの木場駅の位置はここです。まさに木場の彫り割りだったところです。明治になっても大きくは変わっていません。しかし戦後、地盤沈下や周囲の市街化などのため、東京湾に新たに作られた新木場に移転しました。跡地は埋め立てられ、広大な木場公園や住宅地になっています。地下鉄駅前の永代通りから一本南の道へ向かいます。上り坂になっており、坂を登った先に橋があるというのは下町の特徴です。江戸切絵図にも描かれている平野橋です。この川は現在は大横川の一部になっています。川より右手、海側は江戸時代は須崎と呼ばれており、砂州のような土地であったと思います。海を間近に望む風光明媚なところでしたが、水害に弱い土地でもありました。平野橋を渡り西へ向かいます。まもなく鋼鉄製のトラス橋に差し掛かります。この川幅に対して大げさに見えるほど頑丈そうです。この橋は関東大震災で被災した後、それまでの木橋から架け替えられた震災復興橋梁です。旧東京市ではこうした復興橋梁が400橋も架けられ、現在でも下町を中心によく見られます。橋の西詰に4基の石造物が建てられています。右端は波よけの碑と言います。江戸時代後期の1791年、須崎一帯は高潮に襲われ多数の犠牲者が出てしまいました。そのため幕府は海沿いの土地を買い上げて空き地にし、人が住むことを禁じました。広さは東西520メートル、南北55メートルほどです。そして東西の北の端に波よけの碑を建てました。これは西の外れに建てられたものですが、位置は少し動いているそうです。波よけの碑は震災と戦災で大きく損傷したため、戦後隣に津波警告の碑が建てられました。高潮と津波の混同が見られます。3基目は戦災殉難者供養塔です。先の戦争で東京はアメリカ軍による空襲にさらされました。特に昭和20年3月10日未明の東京大空襲では、下町の大部分が焼き尽くされ、罹災者は100万人、10万人近くの方が亡くなりました。ここ江東区は特に戦災被害の大きかったところです。
最後の石造物には何も書かれておらず、説明板もありません。橋の親柱のように見えますが、よくわかりませんでした。平久橋の東詰めから南へ向かいます。この先は江戸時代に住むことが禁止された地域で、50メートルも行けば海だったところです。川に沿った遊歩道を1、2分歩くと、左手の木立の中に道が続いています。ここはギャザリアビオガーデン、藤倉木場千年の森といい、ビオトープの要素を取り入れた庭園です。隣にある会社の敷地を再開発するにあたり、社会貢献の一環としてその一角に設けたようです。ところどころに自然観察のポイントを書いた説明板があります。この辺りでは貴重な緑に囲まれた空間です。木場駅前に戻ってきました。永代通りを今度は西へ向かいます。最初の信号を曲がると、前方に階段が見えます。川の予感がします。手すりや欄干が赤く塗られ、風情のある橋です。これは新田橋。昭和初期に近所で医院を開業していた新田さんというお医者さんが、亡くなった奥様の霊を慰める橋供養として架けたそうです。この橋は2代目で、初代は富岡八幡宮近くの遊歩道に保存されています。この川も大横川です。川に降りる朽ちた階段が見えます。奥は船宿ですので、かつてはここから船に乗り降りしたのではないでしょうか。2本の柱は船を係留するためのものでしょうか。この橋からはしばしばクラゲを見ることができます。この日は水クラゲとおそらく赤クラゲがいました。先ほどお話しした船宿が左にあります。この先で振り返ってみる景色が私は大好きです。それがこちら。ビューポイントの先にある横断歩道を渡ります。赤い鳥居は須崎神社のものです。江戸切絵図には須崎弁天、別当吉祥寺とあります。明治の神仏分離で須崎神社と改称したそうです。そしてここにも波除けの日と津波警告の日が立っています。先ほどの平久橋のものが西の外れ、こちらが東の外れに立つ日です。この間が居住禁止地域でした。ただしどちらの日も元々の場所からは多少動いているそうです。ご覧のように損傷が激しく、文字を読むことはほぼできません。震災と戦災の激烈さがこのことからもわかります。損傷前の碑文は資料に残っており、説明板に紹介されています。
当時の様子を広重の錦絵で見てみましょう。左に描かれているのが須崎弁天です。海に面しており、内陸との間には現在の大横川が流れています。海沿いは堤防になっているようで、その上に道がついています。緑色の部分が居住禁止区域かと思われます。そして、これが波よけの日ではないかと思うのですが、どうでしょう。少し大きすぎる気もしますが。こちらも広重の江戸名所、須崎弁天境内です。茶店が出て、沖には潮干狩りの人が描かれています。手水屋の隣には玉の輿玉ちゃんがいます。なんだそれと思われるかもしれません。この神社は五代将軍綱吉の生母として権勢を振るった慶昌院が建立しました。慶昌院は幼名を玉と言いました。八百屋の娘からトントン拍子に出世し、将軍の側室、そして母にまでなりました。このことが玉の輿、玉の輿の語源になりました。こちらが拝殿です。拝殿の横からかつて海だった方へ行ってみます。この辺りから先はもう砂浜だったと思われます。今回は木場駅を中心に、まず西側、次に東側を歩きました。江戸時代は須崎神社が海岸沿いでしたので、この辺りが海岸線だったはずです。おそらく高潮の後でしょうが、海に沿って土手が築かれ、その上は道になっていました。二つの波よけの火に挟まれたこの部分が居住禁止区域でしょう。そして大横川より北に貯木場が広がっていました。この地図の範囲よりずっと北まで広がっていました。この辺りにもありました。その周囲には多くの材木問屋とそこで働く人々の住居がありました。江戸は世界有数の人口を抱え、しかも火事の多い町でした。そのため大量の木材を必要とし、木場は大いに繁栄しました。紀ノ国や文左衛門、奈良や茂左衛門などの豪商の名も知られています。また木場の繁栄に支えられ、この地図より少し左上にある富岡八幡宮の門前には花街が発達しました。深川芸者は下町らしく切符の良さで知られ、深川が江戸城の南東、辰巳の方角にあったことから、辰巳芸者と呼ばれました。さて次回は、かつて須崎にあった遊郭の跡地を訪れます。次の動画もぜひご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございました。